こんにちは、ハミリフチャンネルです。秋田県の秘境阿仁地区から北東に移動して八甲田山を目指しています。昨夜は秋田県鹿角市の道の駅大湯で車中泊。むくむく起きて近辺のお湯を探しに行きます。大湯温泉は800年の昔から大湯川沿いに自然に湧出した温泉。江戸時代にはこの地を治めていた南部藩の保養温泉地に指定されました。大きなホテルから共同浴場までバリエーション豊かな温泉が揃ってます。日帰り入浴ができそうなところを探していきます。朝7時営業開始のスタンド、6時40分に伺ったのに給油してくれました。とっても親切。これで心置きなく大湯を満喫できます。大湯温泉には4軒の共同浴場があります。そのうちの一つ、下の湯共同浴場に向かってます。江戸時代の文献に登場するのはこの下の湯。盛岡と鹿角を結ぶ街道の宿場であり、街道を行き来する旅人などが一日の疲れを癒したとされています。地元の方が利用する共同浴場、朝7時台ですが空いてるはずです。駐車場が小さくてキャラバンでは無理ですね。源泉名が下の湯。無色透明で源泉温度 58.9 度、pH8.0 のナトリウム塩化物泉。残念ですが諦めて次に行きます。共同浴場ではないようですが入れそうなところを見つけました。駐車場でどう止めていいか分からず右往左往していたらお姉様が声をかけてくれました。ここには誰もいないこともあるようですね。券売機でチケットを購入して中に入ります。新しめの建屋は清潔でした。脱衣所も広くて快適。無色透明なお湯はちょっと厚め、さっぱりとした肌触りで入りやすいです。湯量もあり、そこそこオーバーフローしていて贅沢な気分になります。シャンプーやドライヤーは持参する必要がありますね。さっぱりしました。いい朝風呂をいただきました。ちょっと東へ移動して大湯川を渡ったところにある荒瀬共同浴場。ちょっと場所が分かりづらかったですね。こんな川沿いにありました。佇まいが素敵ですね。共同浴場の中では一番暑いと評判のところ、足元自分の新鮮な湯が楽しめるそうです。入浴料金200円。200円。多分45度ぐらいと思われる熱めの湯は体がピリッとして目が覚める感じ。濁りのないきれいな湯はうっすらと卵臭がしました。これね、大湯の共同浴場なんかみんな厚めでね、透明だけどなんか味がすごくなんて言うんだろう、最後苦いけどちょっと最後に甘みが残るような変わった味がする。いや、いずれ朝一こういう熱い湯にふっと入って温まるのがすごく気持ちがいいな。中から撮るとね、曇っちゃう。気持ちがいい。荒瀬共同浴場から大湯川を挟んで反対側にも温泉がありました。歩いて行ってみます。昔は民宿だったと書いてあるブログがありました。そう言われるとそういう雰囲気の建物。なかなかの面構えですね。
源泉は荒瀬の湯と同じようですが、距離があるので温度は低めだとか。大湯川を眺めながらの夕空がとても気持ちいい、無色透明のさっぱりとしたお湯だそう。荒瀬の湯に入ったのでこちらはパスですが、ここもかなり評判がいいようですね。その他にも共同浴場がありますが、今回は体力の限界です。見送ることにしました。左方向です。続いて目的地です。視聴者さんから聞いていた激うまの馬刺し、評判通り激うまでした。うますぎて動画撮るの忘れました。すいません。十和田湖に向かいましょう。3万5000年前から1万5000年前頃、十和田火山の巨大噴火でできたカルデラ湖。最大深度は 326.8 メートル。日本で3番目の深さで透明度は12メートル。その深さから晴天の湖水が濃い青色のような見事な発色をするのがとっても印象的です。湖畔に出て右折すると観光ホテルが立ち並んでいますが、日帰り入浴はなさそうなので素通り。何回か宿泊したことがありますが、コストパフォーマンスに優れたいい宿があります。特にホテル十和田荘はバブルの雰囲気が残っていてお気に入りです。突き出た半島の根元には十和田神社があります。八郎太郎という竜と修行僧である南祖坊の戦いを伝える十和田湖伝説ゆかりのパワースポットです。神社の裏手には十和田湖神社占い場という十和田湖最強のパワースポットがあります。まだ色づき始めですが、紅葉してきているので展望台に登ってみました。天気もいまいちなので展望は期待できないかな。お疲れ様でした。やはり少し早かったようですね。最盛期にはこんな景色が見えるそうです。奥入瀬は本当に我々のような年代には優しいトレッキングコース、平坦で美しくて安全です。別動画でアップしているので興味ある方はご覧ください。十和田湖から奥入瀬を抜け、津田温泉経由で八甲田山へ向かいます。奥入瀬渓流館を過ぎ国道103号線に入ります。個人的にはこの道の方が奥入瀬より好きです。自然な落ち着きのある景色と標高が上がるごとに表情が変わる森が美しい。津田温泉はこの先ですが、最近の津田沼の人気で大混雑。早朝などは予約なしでは沼の見学不可です。温泉も足元自噴の素晴らしい湯ですが、混雑が嫌なので今回はパス。紅葉シーズンは避けます。国道394号線との分岐点まで来ると3サロンになっています。右が394号、左が103号、真ん中は八千温泉に続く道です。ここは昨年の冬に日帰りで訪問しました。若い方が頑張ってらして気持ちよかった。足元自噴する単純硫黄泉はぬるめで冷えた体に優しかったです。山小屋風の建物も八甲田の秘湯館を盛り上げてくれます。開湯400年以上の歴史を誇る日本三大秘湯の宿、間違いない名湯でした。さっきの三サロンの左の道を行き、猿倉温泉を見学しに行きます。日帰りは土日のみなので入浴は不可。標高が高くなってきて紅葉が見事です。あいにくの天気ですが、葉の色が道路に反射して美しい。文化元年、猿の入浴を地元の漁師が発見したことで開湯したと伝えられ、それ以来湯治場として長く愛されてきた猿倉温泉。秘湯という響きとは裏腹に、
温かみのあるモダンな木造宿泊施設を備えた宿です。赤く見えるもん。猿倉温泉は5つの源泉があり、そのうち2つを旅館にて使用。残りの3つを奥入瀬渓流入り口の奥入瀬渓流温泉へ送湯しており、元湯となっています。だから元湯と冠がついてるんですね。あ、雪かぶってる。本当だ。初冠雪って言ってたもんね。お湯は青みがかった白濁湯で源泉かけ流し、露天風呂からは八甲田の山々を背に赤や黄色に色づいた木々を眺められるそう。左に坂を降りていきます。画像で見るよりちょっと急な坂。ここからまた紅葉が一層綺麗でした。いい音。帰ってこれるのか。一応来てみましたが、入れるはずもなく建物の周りをうろうろ。あ、硫黄の匂いがする。そうなんだ。土日のみとさせていただいております。9時から15時。すごくいいとこ。この景色を見れただけでもよしとして次に向かいます。めっちゃ熊出そうだけど。今日の宿はスカイキャンプ場なのでここを直進ですが、時間があるので反時計回りに八甲田を一周してみます。394号と県道の交差点を左折すると田代高原方面。視界がぐっと開けます。こんな天気でもすごく綺麗な景色、ちょっと感動しちゃいました。この先に温泉施設が故障して一時休業している場所があります。食事ができるようなので寄ってみましょう。断りなしの撮影禁止の張り紙。お願いしたら撮影 OK もらいました。きっと前に何か問題があったんでしょうね。熱々の山菜そばは懐かしい味、心まで温まりそう。店主も気さくでいい感じでした。もともとぐだり湯という黄土色で少し濁った湯があったようですが、今は一時休止してます。温泉ではなく若洲湯で宿泊は継続しているよう。こんな素敵な建物で店主が作る料理も食べてみたいですね。いや、美味しかったそばが。優しい店主さんだったよ。お気をつけてなんて言われてね。いや、いいな、泊まってみたいな。いくらなんだろうな。今夜飲む酒を探しましたが、これしかなく電酒を一升瓶で買ってしまいました。再び田代高原を西に移動していきます。この辺りは1902年に日本陸軍第8師団の歩兵第5連隊が青森県の青森市街から八甲田山の田代新湯に向かう雪中行軍の途中で遭難したあたり、連隊が目指した田代温泉跡が残っているそうなので探しています。ありがとうございます。私が探していたのは田代温泉でしたが、連隊が目指したのは田代元湯だったそうで、最初から目的地を間違えていたようです。いずれ険しそうな道に恐れをなし、途中の温泉に入ります。これ無理だよな。Google マップでは田代温泉跡は直進ですが諦めます。熊が出そうで怖かったので。工事現場かなと思うような外観。本当にここに温泉があるんでしょうか。
ぐるりと左に回ってみると看板が見えてきました。あそこが入り口のようです。ここは1983年に開業した一軒宿。宿泊はないようですが、どうなんでしょうか。中に入るとちょっと雑然とした山小屋風という感じ。まっすぐ廊下を行くと風呂があります。脱衣所もレトロな感じで素敵です。懐かしいタイプの体重計がありました。湯量豊富な温泉が入り口から噴き出しています。いわゆるドバドバな状態。お湯は薄緑がかった土色に濁るもので、透明度は50センチメートルぐらい。何とも言えないほんのりとした匂いがある特徴的なお湯。とにかくこの湯量が豪快です。温度はぬるめでゆっくり入ります。景色を見ながら露店に入っていると出るタイミングが分かんなくなります。もう田代温泉はもう跡形もないそうです。別荘がなんか何軒か入ってる。雪中行軍を目指したのは元湯って言ってたな。元湯も工事で入れないって言ってたけど、いやいいとこだな、雰囲気いいな。いろいろ教えてくれました。写真も受けもらいましたけど、ずっとカニ食いながらお話をしてくれてなかなか可愛いおばあちゃんでした。雪中行軍に関してはそんなに詳しくはないですが、昔の映画八甲田山を何回も見直してます。天は我々を見放したというセリフはあまりにも有名ですね。雪山をさまよい漏洩した場所があるというので見に行ってみます。目的地は右側です。お疲れ様でした。道路の脇に案内板があり、その奥に石碑が立っています。目的地まで 1.5km の地点。ここで雪壕を掘り夜を明かしたそう。第二漏洩地はここから 700m、丸1日かけて 700m しか移動できなかったんだね。第二漏洩地も簡単な石碑があるのみ、第三漏洩地には足が向きませんでした。なんとなく寂しげに感じていましたが、この先に五島五町の立派な像があるというので行ってみます。茶屋と資料館は休みのようです。例えば土日しかやってないとかなのかな。整備された公園のような場所。階段を登っていくと大きな像が見えてきました。遭難し直立した仮死状態で発見された五島五町の像。像の台には遭難者199名と生存者の名前が彫られていました。こういうものがあるから遭難者が浮かばれるということでもないとは思いますが、少しだけ心が軽くなりました。次回やっと晴れます。紅葉の八甲田と最高の温泉、そして伝酒の旅。乞うご期待です。